それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマはあなたの性的魅力について見ていきます。特に外見や仕草など目に見えるところを焦点を当てて見ていきます。よろしくお願いします。スプレッドを使わずカードを1枚ずつ出していく形で見ていこうと思います。ジプシー、オラクル、タロット、ルノヌマン使っていきます。まずは何枚かカードを出していきましょう。もう異性が感じるあなたの性的魅力、外見、仕草、集中して見ていきます。はい、こちらのカード出ていますね。そっか。なるほど。待ってくださいね。もう少しもらっていきましょう。何かあなたの立っている姿っていうところを見ています。例えば姿勢がいいとか、あと長時間同じポーズをとっているっていうのがあるので、あと優しいですよね。相手が遅刻しても許してあげるとか、周りの人に対して優しいんじゃないかなと思いました。はい、リングのカードいいですね。魅力もたっぷりですね。何かこう輝いているところが一つ飛び抜けてあるとか、それは外見的特徴ですね。例えば瞳が輝いているとか、そうですね。やっぱりこの2枚からは約束っていうのが入ってきます。少し外見や仕草からはかけ離れていくかもしれないんですが、やっぱりこう待っている人がいるとか、ずっと待っていてくれるとかね、そういうことが今入ってきます。伝わってきますね。そしてこちらのカード、存在感ですね。やっぱり存在感がすごくある人、輝いている人で、輝いてるっていうのはすごく華やかな人というよりは、ただそこに立っているだけで凛とした美しさや輝き、秘めた魅力っていうのを感じるっていうのがあります。だからすごく華やかじゃないかもしれないんだけれどもね、私って魅力ない、性的魅力ってそんなないですよっておっしゃる方いるかもしれないんですが、異性の方々から見ると、そこにあなたが立っているだけでもじんわりと温かい光とかね、存在感っていうのを感じます。そうですね。こう一緒にいると温かくなれるとか、たった一つの存在としてとか、あなたのことを他の人とは違う個性っていうのを感じていると思います。そうです。なんかにじみ出てくるっていうのを感じますね。じゃあもう少しタロットからももらっていきましょう。あとアクセサリーをつけている方っていうのもいるかもしれないですね。いつもお気に入りのアクセサリー、チャームを持っているとかだとしたら、もうそこがもうポイントとして入ってきます。指輪だったりネックレスだったり、あなたが好んでつけているもの、そこがすごく印象的とかね、そういうのもありますね。はい、もう少し見ていきます。ちょっと失礼しますね。塩らしい方っていうのが入ってきます。控えめな方、あまり出しゃばらないというか、自分がとかっていうわけではない、そんなタイプ、そういうところもすごく好きっていうのも入ってきますし、そこが逆にいいってね、人見知りな方もいるかもしれないですね。初対面の方には人見知りとか、だけど仲良くなっていくと打ち解けて、自分らしさ、あなたらしさっていうのを見せてくれるのがすごく嬉しいとかね、この自然なあなたの姿を見せてくれるのは自分だけなんじゃないかっていう風に勘違いしたくなっちゃうぐらい、そんな風にも感じてるんじゃないかなと思います。やはり誰に対しても優しい、そういうところが伝わってきます。その中でも自分だけ特別扱いしてくれるんじゃないかとかね、そういうふうに思ってくださっている方々もいるみたいですね。自分にだけ特別に優しくしてくれたらいいのになとかね、すごく普段から優しいから
気があるんじゃないかっていうふうに思われがちな方なのかもしれない。あなたが意識していなくても周りの異性の方々に、もしかして私のこと好きなのかなっていうふうにね思わせちゃうような魅力がある。でもすごく控えめですね。奥ゆかしさっていうのを感じます。でもあなたは意識していないかもしれないけど、すごく性的魅力っていうのが内からにじみ出てきていますね。優しいんですね。とにかく奥ゆかしくて控えめで優しいっていうのが入ってきます。あとはお気に入りのものっていうのがあると思います。そこにあなたのセンスが光っているっていうのが入ってくるので、先ほどアクセサリーとかチャームってお伝えしたんですが、チャームっていうのはお守りみたいなものですね。でお伝えしたんですが、そうではなくて、例えばね、趣味がすごく個性的でとか、あとは着ているお洋服だったりとか、あなたのセンスの出るものっていうところに異性の方々注目しているみたいです。それは目立つような趣味じゃないかもしれない。例えば家に帰ってやるようなことだったりするかもしれないんだけど、その趣味のことがもうすでにあなたの顔とか体とかに現れているっていう風に伝わってきます。センスがそのまま体に出ているっていう風にお伝えしたらいいのかな。そのように出てきますね。あとなかなかすぐに自分の本心っていうのを周りには言わない。周りに対して優しいんだけど、本当の思ってるところっていうのは誰でも彼でも言うわけじゃないから、あなたがそっとね自分の本音を打ち明けた時に、周りの方々はもしかしてって、あなたが自分に本心打ち明けてくれたから気があるんじゃないかとかね、そういう風に感じてくれてるのかもしれないですね。何か一部の方ではガードが硬いというかね、あなたは他に好きな人がいるんじゃないかとか思われがちな方もいるかもしれないですね。ガードが硬いっていうのは性的魅力なので、そうですね、誰とでも寝るような子じゃないなとかね、そういうことで入ってくるでしょうか。穏やかで表面上すごくね明るく振る舞ってるし優しいしって、みんなに対して平等に接している。できれば争い事は避けたい、そういうふうに感じている。だから自分を抑えてるところもあると思うんですよね。そういういじらしさっていうのかな、そういうのを見るのも好きだなって。そういうあなたが夜肌を交えた時にどんな風になるんだろうっていうような想像もかきたてられるんじゃないかなと思います。ではもう少しねもらっていきましょう。仕草についてもらっていきます。そうですね、何かあなたがいつも普段優しいから、夜ね肌を交えた時にどんな風になるんだろうってやっぱり思われているし、もしかしてガラッと変わるんじゃないかって、昼間のあなたと夜のあなたっていうのは全然違うんじゃないかっていう想像力をかきたてられるような、そんな魅力を持っているよっていうのが入ってきています。もしかしたら夜の方が激しいんじゃないかとかね、そういうことが伝わってきます。もう少し見ていきましょう。でも誰にでも優しいからこそ、自分にだけ特別に優しくしてもらった日には好きなんじゃないかなとかね、ちょっとグッとくるとかね、そういうところも入ってきてます。分かりやすくボディラインを見せるような服を着たりとか、そういうことはあまりしないと思うんですよね。この性的アピールとかそういうことは少ないと思うんです。だから肌が見えるからドキッとするとか、そういうのよりは本当に自分の気持ちとか、例えば性的なことでもいいんですけど、そのようなお話になった時も自分からグイグイ言ってね笑いを取るようなタイプではないし、控えめだからね、そんなあなたがもじもじしてるところを見るとちょっとキュンときたりとか、そういう感じですねっていう風に入ってきています。そしてこちら、そうですね、やっぱりねそうですね、すごく可愛いって、ちっちゃくて可愛いなって、可愛らしいなっていうのが入ってくるんだけど、やっぱり夜になるとガラッと変わるんじゃないかっていうのが入ってきています。なんかね昼間は可愛らしいって、ポケットに入れて持っていきたいなとかっていう風に考えてる。自分が出張とか行く時にポケットにちっちゃなあなたがいてくれたらすごく心強いのになとかって思ってるんだけれども、夜こうやって裸になった時に全く違うんだって、そこが妄想なのかね実体験なのか、ちょっとそれは人によって変わってくるかもしれないんですが、
ね、その異性の中では裸になったあなたって全く違うんじゃないかとかっていうぐらいね感じるよっていう風に出てきています。もう少しもらっていきましょう。まだね具体的にどこのパーツなのとかって気になりますよね。一つはね手元だと思うんですよね。あなたの手の動きだったり指の長さとか手の形だったりとか手元っていうのが入ってきます。それは道具を使っているかもしれない。例えばあなたが美容師さんでハサミを使っていたりブラシを使っていたり、または店員さんでレジ打ちをしていたりとかで手を使っている仕草っていうのを周りの方々がよく見ているのかもしれない。あなたの手先がすごく綺麗だなとかね、印象的だなとかっていうのも入ってきます。中にはねこう指輪をしていたりとかネイルをしていたりとかしていて、そこにあなたのセンスっていうのが出てきたりするのかもしれない。何か道具を使っていたり手の動きっていうのが入ってきますね。その他にも見ていきましょうね。そうですね、夜になると何かねこう昼間はふんわりと妖精さんのようなふんわりとした軽やかさっていうのを感じるんですね。いじらしさというかそうですね、控えめなんだけどふんわり癒し系とかね、そういうのを感じるんですけど、誰に対してもニコニコしているとかなんですけど、実はこの人って心の中に深い闇を抱えているんじゃないかとか、ずっと好きな人がいるんじゃないかとかね、実はその、性的なことに対しては、夜になると大胆になるんじゃないかとか、そういう妄想をかきたてられるし、あとはその肌を重ねるときにやっぱりねこう慎重っていうのが入ってくるかなと思います。大胆になるか、もしくは逆にもっと慎重になっちゃうか、その慎重になってしまうあなたを大胆にさせたいとかね、そういうのを感じるのかな。煽り上手なのかもしれません。そうですね、そんな風に返ってくるかな。もうちょっともらいましょう。そうですね、あなたの性的魅力としてはそのあたりかなと思います。身につけてるもの、センス、そのあたりからこう想像をかきたてられるようなものっていうのもありますし、手の動きや物を持っている、物を使っている方もいるかも。ペンを持っていたりとか、そうですね、身の回りの異性の方々と職場の方かもしれないですしね、またはコミュニティの中に入っていて何かこう手元を見ているような、そんな気がします。服装はそんなに大胆ではないと思う。どちらかというと肌を隠しているような、露出しないような服装をしていると思いますし、それがまたいいっていう風にね、だからこそね覗いてみたいとか、そういう気持ちになるんだっていうのが入ってきます。控えめなんだけれども夜は実はそうじゃないんじゃないかっていう風に思うところもあるって、そんな魅力が伝わってきますね。力のカードが入ってきました。いいですね。夜はタフなんじゃないかとか、そういうの妄想とかも感じるんだけど、でもこうやってね優しく寄り添ってくれる忍耐強い方っていうのが入ってきます。それは夜だけじゃなくて普段のあなたがそうなのかもしれない。一つの物事に対して粘り強く取り組んでいたり、お仕事をずっと長く続けているとか、高い目標に向かってずっと1年2年とかねかけて取り組んでいるとか、または好きなお相手のことを長い片思いしているとか、長い交際をされている方もいるかもしれない。こんな風にどんなことがあってもずっとそばで寄り添ってくれている姿っていうのがまず一番の美しさとして入ってきますね。これはこのみんなに対して寄り添ってくれるあなたっていうのもそうなんだけど、やっぱりこの恋愛対象の方々から見ると自分にだけ特別に寄り添ってくれてるような、そんな気持ちになるとかね、自分だけ特別扱いしてくれてるような、みんなに対して優しいんだけどでもやっぱり特別扱いしてもらってるような、そんなところがすごいグッとくるなっていうのが入ってきますね。もしそれを感じてしまったら肌を見せずにはいられなくなってしまうような、そんな性的魅力っていうのが入ってきます。でもアドバイスとして一つ入っているのは、
肌を重ね合う時に、あなたがもしねそのお相手のことを好きで肌を重ねたいって思うのであれば、自分の大胆さとか、こんなね最初から自分を全て出していったらどう思われちゃうんだろうとか、そういうところはあまり深く考えなくてもいいよっていうアドバイスが入ってきています。そのままで十分性的魅力っていうのがあるし、今の自然体のあなたのままでいい。もうちょっと性的アピールした方がいいのかなとかね、自分のことを押し出していった方がいいのかなとかね、そういうことはなくて大丈夫、考えなくてもいいよっていう風に入ってますし、好きな人に特別扱いした方がいいのかなとかね、そういう意識もしなくてもいいって、その自然体のあなたの中で性的魅力っていうのが隠れてるのがいいっていうのが入ってくるから、隠したままでいいよっていう風に入ってくるんですね。もしあなたが、私いつもね自分の好きじゃない人、好きではない人からモテるんです、それが困ってるんですっていう方だとしたら、確かに好きな人にだけ特別扱いして周りの人と差をつけるっていうのがいいのかもしれないけど、でもねそういうふうにはあまり伝わってこないので、そこまでねすごく嫌だっていうふうに感じてる方いないと思うんですね。そしてこうやって見ていると、やはりあなたのことを今性的魅力として感じている方が多くてもね一人以上います。もう大本命っていうふうに感じている方が一人いるのと、あともう一人はあなたのこと好きなんだけど、好きというか性的魅力を感じていて肌を重ねたい、多分ね好きなんだと思いますって思ってるんだけれども、他にあなたがずっと好きな人がいるとか、もうパートナーがいるとかっていうふうに思ってる方ももう一人いるかもしれないですね。なので2人はいると思います。こんなふうに人数もね教えてきてくれました。じゃあどうすれば自分の性的開花、性的魅力もっと開花していけるのかなとかね、そういうところも見ていきましょうか。先ほどアドバイスでもねお伝えしてはいるんですけど、もう少しね見ていきましょう。ジプシーでももらっていきます。でも自然体が一番いいかなと思います。そうやって恥ずかしがるあなたも、そして中にはね時には周りと打ち解けているようで実は孤独感を抱えていたりとか、そんなあなたも素敵なんだっていう風に儚げな感じというかね、そういうところもいいなっていう風に感じてくださっていますよ。もう少し見ていきましょう。そうですね、ジャーニー、旅のカードが入っています。もうどうやったらねもっと自分の性的魅力ってアピールしていけるかなって言ったら、移動とかね旅のカードが出てきてるので、ガラッとチェンジしてみることっていうのもいいかも。ゆっくりでもいいんですけど、ゆっくりペースで1年かけて体作りするとか、健康体目指していくとかでもいいし、今自分の変化に向かって動いていくとなおよしっていうのが出てきています。なのでイメージチェンジするとか、何かを新調するとかっていうのもいいかもしれない。アドバイスねもうちょっともらっていきましょうか。じゃあ何か移り変わっていく変化とかね、あなたが自分で動いていくっていうのがあるので、好きな人がいるとか肌を重ねたい人がいるのであれば積極的に行ってもいいかもしれないですね。自分から動くっていうカードが出てきていますからね。でそうではない方だとしたらイメージチェンジがおすすめかなと思います。好きな人いますか？はい、そんな風に入ってきますね。すごく素敵なカードですね。ボディメイクもいいかもしれないし、そうだな、もし変えるとするんだったら、もしもうちょっとね自分に性的魅力アップしていきたいんだよなっていう風に思う方がいるのであれば、もう少し大胆なお洋服着てみるとか、大胆というか今よりも少しだけ抜け出してみる。例えばいつもその服でね全体を覆っているのであれば、下はねロングスカートなんだけど、上はちょっと手首出してみるとか、首元ボタン一つ開けて、いつもだったらボタン全部閉めてるんだけど一つ開けてね、第一ボタン開けて首元見せてみるとか、そういう少しだけ、でもあなたにとっては大胆なイメージチェンジかもしれないけど、少しだけ肌を見せることとか、あとは髪の毛いつも下ろしていますとか、前髪垂らしていますっていう方だとしたら流すとかね、あと耳にかけるとか、たまにヘアチェンジしてみるとか、いつも髪の毛下ろしているんだったらたまにアップにするとか、そういうこともいいかもしれない。あなたにとってちょっとだけ大胆に変えてみるようなこと、がいいかなと思いますね。
そして好きなお相手がいるんじゃないかなっていうふうに感じます。ここから。じゃあもし好きな人に自分のこの性的魅力アピールしたいのっていう方は、どんな風にこの好きなお相手にアピールすればいいのかなっていうのを1枚もらっていきましょう。あとね、この好きな人が今あなたのことを性的魅力としてどこがいいと思ってくれてるのかっていうのももらいましょうか。今までは恋愛対象の方々から見た性的魅力っていうことで見たんですけど、なんか好きなお相手がいるかもしれないなっていうふうに感じたので、まずこの好きなお相手から見たあなたの性的魅力、そしてあとここですね、このお相手に対して肌を重ねていくためにはどうしたらいいのかっていうことで、具体的に何かできることあるかっていうことで1枚出していきます。ではもらっていきましょう。まず好きなお相手があなたの魅力としてペンタクルのキングが入っています。すごい素敵ですね。豊かなところっていうのが入ってきます。それは豊満なバディかもしれないし、ね、谷間が見えてきています。だからね、男女問わず胸板とか、あと首元、喉元とかね、声かもしれないな、喉のあたりですね、かもしれないですねっていうのを感じます。あとは胸元とか、そうですね、豊満っていうのが入ってきますから、男性だったらたくましいところかもしれないし、あなたはちょっとねぽっちゃりしていて気になるなって思うかもしれないけど、そのふくよかさがいいっていう風に入ってくるんですよね。バストラインが綺麗だったりとか、あと自分ではコンプレックスに思ってるかもしれないけど、実はねその首元が綺麗とかね、そういうのが思われている可能性がすごく高いですね。はい、あとは下半身とかもね入ってくるかもしれない。上半身もそうなんですけど、胸元のあたりね入ってくるんですけど、あと胸だけじゃなくて足腰かな、お尻とかかな。なんかスラッとした性的魅力というよりは、もうちょっと山のあるようなね、盛り上がりのあるような、そういう膨らみのあるようなところ、豊かなところっていうのが性的魅力としてこの好きなお相手が感じてくれています。そうですね、そこかなと思いますね。そしてそこはもう確実に伝わっているよっていうのが入ってきます。もしかしたらこのお相手にとっての好みの相手として入ってるかもしれません。性的対象として入ってるのかなと思います。肌を重ねたら相性いいんじゃないかなっていうのもあります。じゃあ私はこの好きなお相手に対してどんな風に働きかけていったら肌を重ねていきやすくなるかなっていうアドバイスとしてジャスティスですね。まず一つは、このお相手と肌を重ねている重ねていない、どちらの関係性にしてもまず自分磨きっていうのが入ってきます。もっと高みを目指すとか、自分の長所を伸ばしていく、自分では自信ないって思っているかもしれないところに対して、もし誰かから褒められたことがあるとか、あと好きなお相手からねいいねっていう風に言われたところがあるんだったら、そこをさらに磨いていく、自信持ってっていう風に言われています。あんまりね性的魅力に対して自分ないんじゃないかとか、異性からモテないんですとかっていう風に思ってるかもしれないけど、いや実際ね想像している人2人以上いますから。あとは本当に胸元とかかな。あとツヤがあるんですよね。肌ツヤかもしれないし、髪のツヤかもしれない。口元のリップかな、なんかツヤがあるっていう風に入ってくるので、自分が今ねツヤがあるっていう風に聞いて、私髪の毛ツヤがあるとか、肌のツヤいいんだよねとか、何かね思うことがあるんだったら、そこよりね深く磨いていきましょうっていうのが入ってきます。あとどちらかというとねふくよかなっていうイメージで入ってくるので、あとやっぱり首元とか、だから首のケアするとかね、お顔のクリーム塗るだけじゃなくて首にも伸ばしていくとか、首のマッサージするとか、リンパの流れを整えるとか、そういうことが具体的に入ってきています。あとそうですね、何か急激にねダイエットしなきゃとか絞らなきゃとか、あまり急いで何か大きく変えようとしなくていい、なるべくマイペースの方がいいかなっていうのが入ってきています。
何かを急激に変えるというよりは徐々に変えていくとか、そうですね、中には今極端になっている方もいるかもしれない。例えば今すごく睡眠時間が短いとか、生活バランスが乱れているとか、そのような方はもう直ちにね、急いで生活リズムを整えていくとより健康的になって艶めいてくるので、すごくいいんですけど、特にね今問題なくね過ごしているよっていう方だとしたら、徐々に鍛えていくとか、2、3ヶ月かけて変化させていくとか、ある日突然髪の毛バッサリ切ってイメージチェンジするというよりは、少しずつっていうのが入ってくるので、例えばねショートの方だったら少しずつ髪の毛を伸ばしていってボブにしていくとかね、そういう少しの変化、長く時間をかけて変えていく変化っていうところに意識を向けた方がいいかも。お肌作りとかツヤとかもねつけていくのって時間かかるじゃないですか。ケアをしていくことって時間かけて行っていくことだから、丁寧に時間をかけて質を求めていくといいよっていうようなアドバイスが入ってきていました。これは好きな人に対しての今のアドバイスなので、でも1番をお選びいただいた方、好きなお相手いるんじゃないかなと思いました。はい、何か自分がしていけることとしては、そうですね、自分から動いて時間をかけて質を高めていくことっていうのがアドバイスとして入ってきます。この好きな人と肌を重ねるためのアドバイスです。そして好きなお相手があなたに感じる性的魅力っていうのも出しましたし、異性の方々が感じるあなたの魅力っていうところも出していますので、はい、こちらもね、そうなんだっていうふうに、自分のねこういうところをそういうふうに思ってくれてるんだなっていうふうに思っていただいて、でもねすごく優しい人っていうのが入ってくるので、あと可愛らしい人っていうのが入ってきます。これは見ている方が男女問わずなんですね。可愛いんだけど少し影の部分も感じるとか、胸の奥に存在感、輝きっていうのを秘めているとか、そういうのを感じました。はい、ということでお選びいただいたこちら Forever in My Light、 こちらのカードからアドバイスメッセージをもらっていきます。これは永遠の光の中でっていう意味があるカードですね。そして暖かく流れる風を感じてください。またはイメージしましょう。暖かさ、そして流れゆく風です。暖かい風ですね。寒くピュッて吹く風ではなくて、ふわっという風にね香るかのような、そんな流れる風をイメージしましょう。そしてイメージができたら、あなたはその流れに沿ってゆっくりと変化していって、新しい自分を作り上げていくんです。そうするとより性的魅力の開花へつながっていくでしょう。またこれは安全を表すカードでもあります。あなたにとっての安全圏内、安全な場所とか居心地のいい場所とか、あとは自分の気持ちがいつも安定していることだったりとか、周りの人に光の存在っていうふうにね、この胸の中に秘められている光の存在っていうのを感じてる、周りの方がね感じてるから、その光を大切に持ち続けてねっていうのも伝わってくるかな。あなたと一緒にいると安心できるっていうのも入ってくるので、ずっと寄り添ってくれるとかね、そんな温かいにじみ出てくる優しさっていうのも感じますから、そこに対してもね自分に自信を持ってください。何か大きく変えなきゃいけないっていうわけではないです。温かく流れるようなイメージでいるとすごくいいかなというふうに出てきていました。あとは自分の安心できるようなことをするとかね、するとより一層磨かれていくんじゃないかなと思いますね。はい、今回はこのように出ました。異性が感じるあなたの性的魅力について見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマはあなたの性的魅力について見ていきます。主に外見や仕草に焦点を当てて見ていこうと思います。よろしくお願いします。で、今回はスプレッド展開を使わずにカードを1枚ずつ出して見ていく方式をとっていこうと思います。まずはジプシーカードからもらっていきましょう。恋愛対象の方々が感じるあなたの性的魅力、
外見仕草教えてくださいっていうところで見ていきましょう。はい、まず1枚もらっていきます。何か役職に疲れている方とかいるかもしれないですね。あとは清らかなイメージが入ってきます。そうですね、そういうところっていうのが入ってきます。清純っていうところでしょうか。純潔清純とか、あまり下品じゃない、不死だらじゃないとかそういうイメージが入ってくるかもしれないですね。あとは高嶺の花っていう可能性もあるかもしれないなっていうのがありますね。ってちょっとね、もうちょっと見ていきましょう。そうなのっていうふうに思うかもしれないんですけど、表すんだったら白が似合う人とかね、そういうのが入ってきます。いやでも魅力的な人、すごく魅惑的で、一度捕まったら沼っちゃうかもとか、ハマったらね沼っちゃうかもっていうような魅力があるっていう風にちょっとギャップを感じますね。でも共通点としては沼っちゃうっていうのが入ってくるかな。見た目ね、そんなになんだろう、例えばボディライン強調してるとか、すごくセクシーなお洋服着てるとか、そういう風に感じなかったんですけど、実はもうすでに色気あふれてるかもしれないですね。誘惑がすごいって、魅力的で、性的の誘惑がすごい。あなたにその意識がね向いていなくても、もうすごく溢れているっていう風に入ってきます。隠された魅力とかじゃなくて、もう表面的に出ているなって。で、一回ハマっちゃったらなかなか抜け出せない魅力があるんじゃないかっていう風に感じてるっていうのが入ってきますね。もう少しもらっていきましょう。やっぱりもう少しルノルマンでもらっていきましょう。そうだな、そこが入ってきますね。だから口とか瞳ですね。外見で言うんだったらそこかなと思います。でもすごく華やかですね。両方感じるのは華やか。ちょっとジプシーもう一回もらおうかなと思います。このジプシーカードは聖職者を表すカードなんです。タロットカードで言えば教皇とかね、そのような、位置づけかなと思うんですけど、なので最初は役職のある方とか清らかなイメージっていうのを持っていたんですけど、でもルノルマンの方がね、いや違う違うって、すごく魅力あるって、でそして聡明かつ聡明だっていうのが出てるので、品のある色気だったりとか、でもすごく魅力的だから、やっぱりハマっちゃうんだっていうのが伝わってきますね。ハースのカードです。ハース、安心感とかね、安全とか、そのような意味があります。そうですね、だから癒し系のように見えてっていう感じでも入ってくる。ちょっと待ってくださいね。では続けてオラクルカードからももらっていきましょう。もう少し外見的な特徴とかをもらっていきましょう。いやでもね、華やかだなっていうのが入ってきますね。やっぱり華やかだな。家庭的なところもあるんだけど、どうだろうか。もう少しカードを出していって詳しく見ていきましょう。安心できるというよりは、やっぱりどちらかというとアドベンチャー、冒険だから、あなたの方から積極的にアピールするとか、魅力がもう飛び出しているとか、いや私ね引っ込み思案なんですっていう方でも、もうすでにねここ魅力満載のカードが入ってきていますね。ちょっと待ってくださいね。ではこちらのタロットカードからちょっとねジプシーのことが気になるので、これでも優雅さもあるんですよね。品があるっていうか、魅力がすごくある、華やかなんじゃないかなと思いました。目立つ、華やかで目立つ服装、品のある服装ですね。エレガントな感じだけれども、秘めている魅力っていうのがすごくあるな。あなたもまた自分自身をもっとね大胆に
明るく輝かせてもっと魅力的になりたいっていうような思いとかもあるんじゃないかなと思いました。いやすごいインパクトがあるなっていう風に感じますね。そっかそっか、もうちょっとねもらっていきましょう。外見的魅力仕草でもらっていきます。新しいことにチャレンジしていく姿とか、それは性的魅力でも入ってくるので、例えばね、あなたの方から気軽にというか、フランクにね声掛けしてくれるとか、異性に対して、そして好きなお相手に対してはあなたの方から、お誘いしてみちゃったりとかね、そんな風にも感じますね。でも誰でもいいっていうわけじゃない、あなたの中の基準っていうのがある。そうですね、これだけ揃ってるとものすごく魅力的だなっていうのが入ってきます。ラファエルのクイーン、つまりカップのクイーンが入ってきていて、いやすごい魅力的だなっていうのが入ってきます。すごいモテるんじゃないのかな、2番をお選びいただいた方っていうのは。いろんな人にモテるし、あなたも積極的だしっていうのが入ってきますね。いろんな経験もしてるし、これもガブリエルのクイーンか、すごく魅力的だなっていうのが入ってきますね。いやすごいな。外見もすごく魅力的だし、仕草とかもう言われたことあるんじゃないんですか。そういう仕草すごく色っぽいねとか、例えば話し方一つ一つかもしれない、音の使い方とか、仕草、立ち方、そしてそうですね、何かこうポーズをとっていたりとか、人の話を聞く姿勢とか、もうあなたのその動き一つ一つに色気を感じるっていうのがものすごく入ってきます。そうすごいですね。だからすごくモテると思います。だから中には体だけの関係性を持ったことがあるとか、それを良しとしている時期があったとかね、お互い了承の上でそのような関係性を持っていたとかね、そういう方もいると思いますし、本気でね人を好きになって大きく傷ついたっていう、そういう過去もあるって、どっちもあるんだっていうのが入ってきますね。でいろんな経験をしてきたのが今前面ににじみ出てきているっていうのが入ってきています。あとそうですね、やはり未来を恐れない姿っていうのが入ってくるから、過去いろんな経験あったんだけれども、それに引きずることなくね、それを自分の糧として、そうですね、それを良い風に自分の中にこう背負っていて、あとは未来に向かって軽やかにあなたが流れていく様子っていうのが伝わってきます。いつまでも過去にとらわれて動けないというよりは、もう未来に目を向けて、過去ダメだったこととか、そんな自分も受け入れてね、そうやって次に向かっていく姿っていうのも異性に伝わっています。そのように軽やかに動いていくところがいいなっていうふうに思っていたり、あまり重くないんですよね。でも本気になった相手には全面的にアプローチしていくし、性的魅力っていうのも出していくし、で中にはね、その性的な関係になるだけでもいいっていうふうに思う時もあるだろうし、ね、それもいいと思うし、かといってね、嫉妬深くなっちゃう時もあるしっていうふうに、本当に恋愛する時の輝いているあなたとか、今までの恋愛経験が全て魅力として詰まっているよっていうのが伝わってきますね。すごい豊か、経験豊富とかそういうのも入ってきます。でもうすでにね打ち抜かれてる方がもう何人か、ここまでモテるとね、ここまで魅力がすごくあるとたくさんいると思うんですよ。10人ほどなんじゃないかなと思います。10人いるんじゃないかっていうぐらいすごいモテると思うんですよ。で実際どれぐらいの人が今あなたを本気で狙ってきているのかっていうところも気になりますね。もうちょっともらっていきましょう。もっとパーツとかもらいたかったんですけど、パーツっていうよりはもう全てのところに所作とか表情とか、例えばね色気を感じる瞬間っていうのがすごくあるんですって。それはね
魅力を感じてる異性の方が今すごくたくさんいるから、その方々が見てるところがそれぞれ違うのかもしれない。中にはね、表情が好き、色気を感じるっていう方もいるし、あなたの仕草に色気を感じるっていう人もいるし、例えばもう外見的パーツでここのねところ、このボディのある部分が好きとかね、もうそのように感じてる方もいるし、様々な面でいいなって思ってる人がいる。でもみんな共通しているのは、もう沼ってるよっていう感じでズキューンってきてるっていうのが入っていますね。でそのズキュンってきてるのがもう10人ぐらいいて、実際狙ってる人ってどれぐらいいるのかなっていうふうに見ていきます。すごいね、瞳のカードが入ってきますね。いや、ずっと変わらずに思い続けていますっていう人は1人かな。長い片思いとか1年とかそれぐらいかけてずっと見てるよって、ずっと見てるよっていう方が1人はいるし、もしかしたらその長年好きな人って役職のある方かもしれない。自分でお仕事経営されてるとか、例えばあなたの社内の先輩とかね、上司だったりとかかもしれないなっていうのが入ってきます。長くずっと一緒にいて、どちらかというとホームグラウンドの中にいる、あなたが趣味だとしてもね、趣味の場にずっと長くいてお付き合いのある方かもしれないな。一人はすごく強い念を込めて今あなたにね、あなたのことを見ているよっていう風に入ってきました。でもね、もう少しもらっていきましょう。どれぐらいの人が好きだなっていうか、恋愛感情としてズッキュンしてるかもしれないですね。なるほど。なるほど。このルノルマンカードオリジナルのカード38番と39番のカードが入ってきていて、駆け引き上手っていうのが入ってくる。人数多すぎて人数把握できないかもしれないですね。だから中にはね、ファンですっていう方もいるかもしれない。この推し的なね存在としてあなたを見ているっていう方もいるかもしれないし、例えばね、壁にポスター、アイドルのポスター貼って眺めてドキドキするとか、それに近いような感覚であなたの SNS とかを見ていて、あなたの体とかなんかパーツが分かるような写真が投稿されると、それ密かに保存して自分でドキドキして見ていたりとかする可能性があるなって、そのアイドル的な感じで見ている方もいれば、本気でずっと長く片思いしてる人もいるし、駆け引き上手なんだっていうのが入ってきます。あなたがね、恋愛の駆け引きがうまいって、だからそれに翻弄されてるっていうのが伝わってきます。それではっきりと人数っていうのが出てこないので、だいたい性的魅力を感じてる人は10人、もしかしたらもうちょっといるかもしれないけど、でその中にすごくずっと長く片思いしている、本気であなたを見てるっていう人が一人はいます。でその他の人はいつも翻弄されている、沼ってるんだけど、なんで沼ってるかって言ったら、手に入りそうで手に入らないからだっていう風に出てきてます。まずサイコロの目でコロコロ目が変わるんですね。つまりあなたの表情がコロコロ変わって、そこがすごく魅力的だって、時には笑顔、時には泣いていたり、涙を流しているところを見るとなんかキュンときちゃったりとか、あとこれね、橋のカードでどの目が出るかわからないとか、あと駆け引き上手、吊り橋効果とかっていうのもあるじゃないですか。で二人きりになってドキッてする時もあるんだけど、違う日にはね、あなたが違う人と一緒にいたりとか、みんなと一緒にいたりするもんだから、あれってどっちなんだろうみたいな、自分に気があるのかなとか、その気があるのかないのかっていう感じで、両思いなのか片思いなのか、なんかドキドキする、よくわからないとかって、そういうのが入ってくるんです。あなたは本当に自分のことを本命として見てくれてるんだろうかとかね、そういう感じでハラハラする、ドキドキするっていうのが入ってくるんです。なのでここのカードを見ていると、
いかにあなたが駆け引き上手なのかとかね、そういうのも入ってきます。すごく恋愛が上手とか、恋愛交際に至るまでのやり取りですよね。相手とのコミュニケーションの仕方とか、恋愛そのものの駆け引きってあるじゃないですか。そういうのが上手っていうのが入ってきます。いろんな側面、これはねすごく魅力的な方なんじゃないかな。もう少し笑っていきましょう。たくさんの人から性的魅力っていうところが伝わっていて、ドキドキしてる、沼ってるって人が結構いますよ。そう見ていきましょうね。ソードの9番が入ってきています。あなた自身はどうなんだろうか。深くあなたのことを思っていますっていう方がいるっぽいですね。あなた自身のことを見ていくとジャッジメント、いや存在感がすごくあるな。周りの人に活気をつけてくれるというか、ジャッジメントってこう死者がね蘇るっていう絵柄なんですけど、あなたのこのラッパを吹く音によってみんなが蘇る、なんかこう失いかけていたエネルギーが蘇ってくるとかね、そういうことなので、それだけこうエネルギーを復活させる力がすごく強いし、多分自覚もされてるんじゃないかなと思うんですね。今までこうすごくモテてきた経験があるとか、どちらかというとね告白するよりされる側とか、自分のモテ期っていうのを経験されたとか、そういう感じですね。あと今でも、恋愛するときめきっていうのを持っているとか、今でもというか今もいつでもとかね、恋愛気質っていうのも入ってきます。誰かにエネルギーを注ぎ込むのがすごくうまい。それは生きる力としてもそうだし、性的なエネルギーとしてもそうだし、注ぎ込む力がすごくある。で自分自身のことどう思ってるのかなって聞くとこのように出てくるので、あなた自身も自分の性的魅力どういうところなのかなっていうのも自分でちゃんと分かっていて、うまくそれを使えているんだと思います。すごいなと思いました。もう全部のカードがねすごいなと思いました。一人だけ格式が違うというか、無敗とかね、そういう感じです。でも無敗のように見えて実は辛い恋愛とかも経験してるんだって、そういう経験が全て今の自分につながっているんだっていうことも、それも理解しているって。だから辛い恋愛をした経験もある、だけど今それがあったから今の自分がいるとか、成長につながったとか、そういうこともすごくあなたの方で伝わってくるので、いかに自分がいろんな経験してきてそれを吸収してきたのかっていうのが入ってきています。そしてこれは受け入れるっていうね、アクセプタンスのカードです。魅力を自分自身でも受け入れてるんだって、やっぱりね告白される側なのかなと思います。求愛を受ける側なのかなっていうふうに思いますね。いろんな駆け引きをしてきて、向こうから告白してくるようにね持ちかけるのがうまい、駆け引き上手ってこともあるけど、それだけあなたにすごい魅力があるとか、あとあなたと一緒にいたらなんかねこう元気になるとか、こう性的なエネルギーがまるでこう溢れるように、満タン以上のものになるように注ぎ込まれるような、そんなことを周りの人たちが感じている、いっぱいいるんですよね。いいなって思ってる人が、この性的魅力をね感じてる人がすごくいっぱいいるって。だから何かアドバイスするとかっていうよりも、もう十分 120% あなたは生かしきっているし、ものすごく魅力的だって、何も、全て受け入れて、そして自分は次の世界へ、次のステージへ行こうとしている。誰かに愛を与えるのも好きだし、与えてもらうのも好きだし、そのバランスがうまく取れていると思うし、
とにかくあなたは愛される側っていうのが入ってきます。でただ愛されるだけで満足ではなくて、愛されてその愛を返すとかそういうのも好きだし、ちょっとしたサプライズとか駆け引きとかそういうのも好きですよね。ちょっとわざと二人きりになってみたりとか、気になる人とデートにお誘いして体を近づけてみたりとか、そういうのも好きなんじゃないかなって思います。はい、ということでどうしましょうね。これ以上ねアドバイスなくてもすごく今いい感じだし、楽しんでらっしゃるなっていうのが入ってくるんですが、何かアドバイスになるようなことをもらっていきましょうか。としたらこちらのオラクルカードからもらっていこうかな。十分魅力あります。愛されていますよ。逆に愛されすぎて困っちゃうわっていう方もいるかもしれないですね。がっつりと相手のハートをゲットする力もあります。もうちょっと外見的な特徴、私の性的魅力欲しいわっていう方もいるかもしれないので見ていきましょう。でもそうですね、やっぱりたくさんの人が今ときめいてる可能性があるので、できればねベッドにお誘いしたいなって思ってる方がたくさんいそうな感じがするので、目立つんだと思います。いろんな人の目に触れる機会があるんだと思います。異性の目に触れる機会、 SNS かもしれないし、もう実生活で例えば社内でね異性の方に結構囲まれているとか、異性と触れ合う機会が多いんだと思いますね。それは会社の中で異性があんまりいないんですっていう方だとしても、例えば取引先の相手だったりとかお客さんだったりとかで異性に出会うチャンスがたくさんあるからこそいいなと思ってる人が結構いるんじゃないかなと思います。隠れてるってよりは堂々として対面している方が多いんだと思います。 SNS だったらね、だとしてもあなたの顔とか体とかを見ているのでね、実態を見ている、声を聞いているとかだと思うから、その人によってやっぱりさっきも言ったみたいに顔が好きとか、すごいカードが出てきている。いかにあなたが華やかで輝きを放っているか、そしていかに受け取り上手かっていうことなんですよね。自分の魅力を分かっていてアピールする力もすごいし、受け取るのもすごく受け取り上手なんですよね。謙遜とかもしないし、だからといって強気に出るわけでもなくて、程よいバランスで異性と接することができる。それは性的魅力でね、性的な関係で程よい感じで駆け引きして、うまいところでくっついたりとか、そういうことができるとか、受け取る豊かさっていうのがすごく大切。どれだけ価値のあるものかっていうのを自分は知ってるし、愛される喜びっていうのも知っています。だから今好きなお相手がいて、その方からたくさんの愛情を受け取ってるっていう方もいるかもしれないですよね。何か引き込まれるような魅力がある。そしてあなたと一緒にいると日常の嫌なことを忘れることができるとか、癒しとかね、そういうのも伝わってきます。温かさとかね。で初めはねすごく性的魅力がたくさんあってムラムラしちゃうとか、そういうところもあるんだけど、もっともっと奥深く覗いていくと、そこにはじんわりと伝わってくる温かさっていうのが伝わってきます。受け入れてくれる、気持ちよく受け入れてくれるんだって、あなたが。だから肌を重ねていても全部を受け止めてくれるような、そんな方だっていうのも入ってきますね。確かにね相性とかっていうのもあるかもしれないけど、何か受け入れる力がすごく素敵、輝いているっていうのが入ってくるので、それは愛情を受け入れてくれるだけじゃなくて、お相手の体すべてを包み込んでくれるようなすごく大きな愛情とか、あなたの器の広さとかね、そういうのも入ってきます。体の相性もいい、今までそういうのを経験したことがあるとかね、そういう方もいると思います。やっぱりいろんな人から話を聞くっていうのもあると思うんですよ。あなたのところに人が集まってくる、中には相談事を受けたりとかで、相手の弱い部分っていうのも受け止める力があるから、相手の
相談を受けてるうちに一夜を共にしてしまった過去があるとか、そういうこともある。それぐらいすごく魅力的っていうのが入ってくるので、だからなんかね、アドバイスっていうよりは、もうすでにあなた自身が分かっていることがもう全部、あと言われていることとか、あなた自身が感じ取っているものっていうのがあると思うから、なのでね、もしね、自分が今好きな人がいて、その人と肌を重ねていきたいって、どうしたら肌を重ねていけるかなって、もし好きな人が今いるよっていう方向けに1枚出しましょう。いや、なんか結構深く悩んじゃうって、すごく分かりやすく言うのであれば、異性から見たら自分の思い通りにならない、このドキドキしちゃって、でも自分の思い通りにならない、簡単に攻略できないあなたっていう魅力っていうのがあって、時に悩んじゃったりとか、悩ましいっていうのが入ってきます。異性の方から見るとね。で、今この好きなお相手ともし肌を重ねていくとするんだったら、どういうことをしていけばいいのかなっていうアドバイスカードです。ミカエル8番、自分自身を解放させていくとか、これはソードの8番に、相応するカードで、自由になっていきましょう。あなたは自由になれるよ、もっと開放的になれるよっていう風に入ってきて、だから好きなお相手の前だと、いつもの自分らしくいられないとか、ちょっと緊張しちゃうとか、身構えちゃうとかっていう方もいるかもしれないし、自分自身の魅力ね、性的魅力をセーブしちゃう、逆にねセーブしちゃうって方もいるかもしれないけど、そこパーって解放させてもいいよっていう風に入ってきます。なんか積極的に行くと、誰にでもそういうことしてるのかなって思われちゃうかもしれないし、逆にガード硬すぎてもとっつきにくいなって思われるかもしれないしとか、好きなお相手だからこそいろんなことをあなたは考えるんじゃないかっていうのが出てきています。でも自然体のあなたってすごく性的魅力にあふれている方だから、だからこそ自分にセーブかけちゃうところもあるのかな。なんかそういうところだけで見られたくないとかね、そこに愛情っていうところを好きな人に求めているとか、そういうところもあるのかもしれないですね。だからより慎重になろうとか思ったりとかするかもしれないし、逆に好きなお相手とだけうまくいかないとかね、そういうこともあるかもしれない。なぜそうなのかなっていうふうに見ていくと、自分自身でどこかセーブかけてるとかガードしてるとか、冒険する気持ちが足りなくなっているからだっていうのが入ってきています。好きなお相手の前になると、急に新しい変化っていうのを受け入れづらくなったりとか、自分からアタックしづらかったりとか、だからそれでお互いやきもきしちゃうようなところも出てくるんじゃないかって、今の好きなお相手に対してもそうかもしれないですね。今までの好きなお相手に対してもそうかもしれないし、今の好きなお相手に対しても出てきていますね。あんまりいろいろ考えたり心配することなく、まず一歩踏み出してみようとか、だからまだ今はね肌を重ねてないとか浅い関係性だっていう方もいるかもしれない。だってこんなに魅力的なのに、好きなお相手に対しての1枚だと自分を自分自身でね縛り付けてるようなカードが出てきて、そこからもう抜けていくんだって、解放していくんだよっていうアドバイスが入ってるから、自分の魅力をセーブしているとか、浅い関係でまだ魅力を伝えきれてないとかね、そういう方なのかもしれないですね。今の好きなお相手ともっと仲良くなっていけば、自然にあなたの魅力っていうところが伝わっていくので、だからまだ浅い関係性なのかなとも思いますね。仲良くなるのって割と難しくないことだと思うんですよね、あなたの中で。なのでもう一枚出しますかね。自分自身を解放させていくこと、あまり身構えないことで、会ってみたりとかデートしたりとかするのもいいと思います。直接会ってね、大丈夫だよって背中を押してくれていますからね、この戦士が。あまり身構えなくてもいいよとかね、こういう風にしなきゃいけないとか、
そういう枠から外れていってもいいよ、運命の輪が入ってきています。でそのチャンスっていうのを掴んでいこう、これ自分から掴んでいった方がいいねっていうのが入ってくるかな。チャンスを見て待っているとか、あといつも自分がね愛を受け取る側の方が多分多かったと思うので、好きなお相手も来てくれるのをあなたが待っているとかねかもしれないんだけど、今回ばかりは自分からももう少し動いてみてもいいかもって。何も別にあなたが待ちの体制だけが全てではなくて、どっちもできる駆け引き上手なんだけど、たまに素直にストレートに言ってみるとか、あと今がチャンスだって、チャンスつかむのうまいですからね。チャンスだって思えた時に自分の扉を開けて一歩進んでみるとか、今回はストレートにもう好きですって駆け引きせずに言ってみるとか、勇気を出して連絡先渡してみるとか、タイミングっていうのはいつもやってくるわけじゃないし、今回はね自分から掴みに行こうっていう気持ちで行くと、よりねこの方との好きなお相手とのね距離が近づいていくタイミング掴みやすくなっていくと思います。どうすればいいかっていうのは多分もう分かってると思います。すごく賢い方だし、勘の鋭い方だし、恋愛経験っていうところもあるし、どうすればいいかわからないっていうよりは、こうすればいいっていうのは分かってる、だけど動けないとかね、なかなか勇気が出ないとか、そういう方だと思うので、あとは本当に自分で動く勇気一つなんじゃないかなと思いました。タイミングは見る力あるから大丈夫です。ではお選びいただいたオラクルカード、こちらからメッセージもらっていきましょう。ヒーリング、癒しのカードですね。そしてこのカードからは平和というねワードが込められています。平和っていうのはあなたの心の平和です。自分の心が今どんな状態でいるのか、また好きなお相手と今どんな関係性なのか、このお相手と一緒にいるとあなたの心は穏やかになるのか、それともドキドキするのか、そこを感じてみてください。できれば穏やかな平和っていうのをイメージするとより良いでしょう。そしてこれは、需要っていうのも表しているんですけど、需要っていうのはありのままの自分を受け入れるっていうことです。もともとできているはずなんですよ。もともと受け入れるっていうカードがここに魅力として入ってる、すごく大きく入ってるので、もともとできているんだけれども、だけどもしかしたら今好きなお相手の前ではそれがうまく発揮できていないのかもしれない。なんかセーブかけちゃうとか、なんかこう自分の役職を気にしちゃうとか、好きなお相手の周りのこと気にしちゃうとか、何かがあって今自分の魅力が最大限発揮されていないのかもしれないので、まず自分の心の平和とか穏やかさっていうのはどんなところにあるんだろう。このお相手と一緒にいる時に穏やかな自分でいられるような、心が穏やかでいられるような、そんなイメージを持って接してみてください。受け入れる力っていうのはすごく持ってますからね。本来はできるはず。じゃあ今好きなお相手に向かっていくためにどうすればいいのかなって言ったら、多分このアドベンチャー、冒険する、新しいことにチャレンジする、好きなお相手に向かっていく何かが今足りないって自分の中で思っているはずです。でもこれからの変化に自分で動けばうまく乗っていけますからね。今回はあなたの性的魅力について見ていきました。そして好きなお相手が今いらっしゃる方は、この好きなお相手とどういう風にしていけばもっと仲良くなっていけるかなっていうところも出していったので、お受け取りください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマはあなたの性的魅力について見ていきます。よろしくお願いします。で、今回は外見や仕草などについて見ていこうと思います。スプレッド展開ではなく1枚ずつカードを使う方式で見ていきます。まずはジプシー、そしてルノルマン、オラクル、タロットを使っていきながら見ていきましょう。あなたの外見、仕草、どんなところに恋愛対象の方々が性的魅力を感じているのか見ていきます。情熱的っていうところが入ってきています。これも分かりやすいかもしれないですね。もう少しもらっていきましょう。ノルマンでも見ていきます。
後ろから見てもう後ろ姿っていうのが出てきてるので、後ろ姿ですよね。背中だったりとか、そのうなじとか、あともう後ろなのでお尻とかね、後ろ姿そのまんまかもしれません。だからその男性の方でも、例えば逆三角形の背中だったりとか、キュッと引き締まったウエストとかね、そういう背中の部分っていうのが入ってきます。お尻とかね、後ろから見ているとなんかこうムラムラしちゃうなとかね、そういうところがもう直で入ってくるかなと思います。そうですね、なんかね、ムラムラ欲望に駆られるよっていうカードが入ってくるので、そうですね、もうちょっとねもらっていきましょう。これ結構こういらっしゃるんじゃないかな、強く今その性的魅力を感じている方っていうのがいると思います。もう少しねタロットとかも出しながら見ていきましょう。ルノルマンは山と鍵のカードです。何かあなたが何かを求めてる、多分今回性的魅力で見てるので、自分の性的魅力をもう少し解放させたいと考えているのか、または何か今こう求めてるものがある、情熱的なこととか情熱的な一夜とかだけど、自分でうまくそれを表現できていないんじゃないかって自分自身感じていたり、まだまだね伝わらないものがあるんじゃないか、自分自身を変えていかなきゃいけないっていう風に感じていたりとか、何かこう変化を起こしたいとかね、理想が高かったりするのかもしれない。完璧な自分を求めている理想系ですね。理想の自分はこんな自分だって、こんな自分だったら性的魅力っていうところに対してね、自分自身が納得いくのに、だけどまだそれは今の自分では叶っていないから、その理想の自分になるためにまだ自分磨きしていかなきゃなとか、変えていかなきゃなっていうところがあって、でもねその変化させていきたいんだけど、環境か何かなのか、何かあなたを閉じ込めているようなものがあるっていうのが感じますね。ちょっと待ってくださいね。新しくなるための自分の道だったり、まだ模索しているとか、どうすればもうちょっと自分らしくいられるかなとか、すごく性的魅力っていうのがあるんだけど、何か今の自分に満足できていなかったりとかっていうところがあります。それは理想っていう形が自分の中に、こういう理想像っていうのがあって、そこにまだ到達していないから、まだまだ先だなっていうふうに思ってるのか、それとも自分の魅力を分かってくれる人を求めているのか、いずれにしろ今の自分からは抜け出して、新しい自分とか新しい環境に身を置きたいとか、そういうところを感じているのがすごく強く伝わってきます。そして今外見的特徴とか仕草っていうところで見ると、やっぱりあなたの後ろ姿とかね、そういうのが特徴的かなと思います。あとそうですね、女性の方だったらバストラインとかね、そういうのも入ってきます。そうですね、あと優雅さ、エレガントなところとか、そういうのも入ってきます。男性の方でもそうですね、ちょっと品のある感じとかね、そういうのも伝わってきます。でも今の自分じゃダメだっていうふうに思っているのか、どうなんだろう。もう少しもらっていきますね。異性が感じるあなたの魅力。はい。タイミングのカードですね。変化するタイミングを見てる。でも好きなお相手がいて、その人と結ばれたいっていうふうに思ってるんだけど、その人と結ばれるのが難しくて、結ばれるっていう肌を重ねることが難しい
肌を重ねるには自分には足りないものがあるとか、その好きなお相手との間の、障害というのか課題というのか、そこがまだあって、何か満足できていないような、自分でも自分自身変えていかないととか、そういうことをかなり強く考えてるのかなっていうのは入ってきています。異性が感じる魅力として取っていきたいんですけど、そうですね、何かね好きなお相手とうまくいかないとか、肌を重ねていくのが難しいとか、自分の中でコンプレックスがあるとか、そんな風に今感じます。で、好きなお相手をちょっとここに置かせていただいて、恋愛対象の方々から見るあなたの性的魅力っていうのは、やっぱり先ほど言ったところの他に、これは物の見方っていうのを表すところなんですよね。で、横顔とかそういうのも入ってくるんですけど、なんか輪郭の美しさとかボディラインとか、このラインですよね。パーツというよりは、この背中のラインだったり肩のラインだったりとか、本当に体のラインっていうことだと思います。横顔のこの E ラインとかね、そういう肩のこのラインとか、そういうところにもう部分的に性的魅力っていうところを感じていると思います。手とか足とかじゃなくて、足だとしても曲線美、足の形、ラインですよね。長い足とかふくよかなとか、そういうところじゃなくてラインです。はい。なんか曲線を描くような、もしくは、あなたの持っているボディラインっていうところです。私そんなにラインあったかしらとか、僕そんなにラインあったかなとか、なんかね、あなたが思っていないかもしれないけど、みんなはねそこを見てるって言ってますね。自分ではコンプレックスに感じているところかもしれないって。でも美しいって言われたこともあるんじゃないかな。横顔綺麗だねとか、姿勢が美しいねとかね、いつも背筋ピンとしてるねとかかもしれないし、あと結構受け入れ上手というか、異性の方々を受け入れることが上手だったりとかもするんですね。だけどふとした瞬間に自分の世界に入り込んでしまうようなところもあるんだっていうのが、異性の方々から見たあなたの魅力として入ってきています。マイペースなのかもしれませんね、魅力としては。パーツとしてはボディラインとかね、そういうラインが入ってくるんですけど、仕草としてはおしゃべりに夢中になっていて、異性とねおしゃべりしていて楽しいなと思った瞬間、ふとあなたを見ると、あなたは違うところに視線を送っていたりとか、違うこと考えていたりとかするような、ちょっと天然なところだったりとか、そういうところもいいなっていうふうに感じているところがある。あと、大事にご両親に育ててきてもらってるんだなっていうのを感じる、育ちの良さとかね、そういうのを感じます。何かね、でもそれがあなたにとっては逆にプレッシャーに感じていたりとか、自分もうちょっとね変わっていきたい、変えていきたいとかって思っているところがあるんだけど、なかなかそれを開いていけない、自分の魅力っていうのを、性的魅力っていうのをアピールできない恥ずかしさから来るのか、本当はちゃんとあるんですよ。あるんだけどうまくアピールできないっていう風に自覚されてるのか、何かね変えていきたいっていうのを思っています。でもそんなに激しく変えたいとは思っていないんですよね。大胆に変えていきたいとか思っていない。なんか多分そこまでする勇気が多分なくて、そのない自分に対しても、なんで自分こんなね勇気ないんだろうっていう風に思っちゃうところがあるのかもしれないですね。でもこれね、欲望を表すカードなので、異性から見たらあなたって性的魅力の塊なんですよ、本当は。それを隠し持ってるというか、眠らせている状態なんですよね。だからこそ異性から見ると、そのあなたの性的魅力を開かせたいっていうのがねあるのかもしれない。そうですね。変化を待っていますか？チャンスを待つとか、どちらかというと受け身なのかな。なんか変わる時がやってきてくれたらいいなとか、その好きな人の話を一回戻して、好きな人からアプローチが来るといいなっていう風にずっと待っているとか、逆に自分が動けないとかね、動けない自分に対して責めてしまったりとか、今回はね性的魅力なので
その肌を重ねるっていうねお約束がなかなかできないとか、そういうアプローチが向こうからねやってきてくれたらいいな、自分の肩を触ってくれるとか抱いてくれるとかボディタッチがあると嬉しいんだけど、なかなかそういうサインが好きなお相手からも見られなくて、今ちょっと難航してるなっていう風に感じてる方が多いのかなと思いました。でその好きな人じゃなかったとして、まず好きな人を置いたとしても、自分自身の魅力を今出していけない、思う存分出していけないところに何か自分の中で疑問とかを感じていたりとか、自分自身で諦めかけているというか、だけど心の中では変化を望んでいる。でも具体的にどう変化させていけば自分の魅力が開花していくのかがわからないとか、そういうところで今立ち止まってるような、そんな感じもします。でも掘り起こすとちゃんとあるんだよってことはカードを教えてきてくれてるので、じゃあどうやったら自分の魅力開花していけるのかなっていうところをまず見ていきましょう。どうやったらあなたの理想に近づいていけるのかなっていうところです。はい、塔のカードと道のカードが出てきました。まずそうですね、どうしたらいいのかなっていうところで考えていくんだったら、何かこうアクションに起こすとか形に残すとか、あと何か自分の中で作り上げていく、一つ一つ積み上げていくものなのかもしれないし、このルノルマンの塔のカードっていうのは、この塔があって、この奥にね光が、朝日かな、光が出てきてるんですよね。この光に注目してくださいっていうメッセージもあるので、自分の中でまだ見えてこなかったもの、これも視点を表すカードだから、自分の中ではまだ足りていないと思うかもしれないけど、実はそれはね、振り返ってみたら隠れているもの、魅力っていうのがちゃんとあるんだって、多分あなたの中でも気がついているんだけど、そうだな、どうやったらそれに気づくことができるかとか、気づいていてそれを手にするためにどうしていくのかとか、そこまで今たどり着いている方もいるかもしれませんね。もう光は見えているって、自分の中の魅力はもう感じてるんだけど、どうやったらそれを出していけるのかっていう時期、タイミング、どうしたら方法とか、そういうところまで今たどり着いている方もいるかも。ということで、そうですね、道のカード、選択するっていうカードですね。2つの方法があるっていう風に捉えた方がいいかもしれません。そんなにハードル高い、変わるのが怖いとか変われないとか、そういうことを考えなくて大丈夫だよ。例えばコンプレックスがあるのかもしれませんね。自分のこういうところが嫌とか、容姿とかですね、性的魅力、自分のコンプレックスっていうところがあるんだけど、何かそれをね無理して乗り越えようとか、そういうことを考えなくてもいいんじゃないかっていうのが伝わってきます。カップのエース、そして、ペンタクル6番ですね。周りと比べる必要はないですよって、あの人は優れているとか、私は優れていないとか、あの人はこういう魅力があるけど自分にはないとか、そういうことを比べる必要はありません。あなたはあなたなんだし、あなたの代わりになる人は他に誰もいないのだしって、自分の心に従って動いていくといいと思います。何かを決めていかなきゃとか、変化を受け入れるのか、変化に向かって進んでいくのかとか、何か今ね自分が感じてるどこかで立ち止まってるところがあるんですよ。どこかの段階でまだ自分の魅力が見えていない人、魅力は見えてるんだけどどうやっていけばいいか方法がわからない人とか、なんかね光を見つけるんだけど見つけ方がわからないとか、どこかしらの段階で止まっている方が多分多いと思うんですけど、それはなんで止まっているかって言ったら、周りと比べてるからだって。他の人はこういうところがあるのに自分はこういうところがないとか、周りと比べることをしているから止まってるんですよっていうのが出てきています。だから周りに合わせる必要がない。みんながこうだから自分もこうしなきゃいけないとか、そういうことを感じなくてもいい。例えばね、みんなが塩らしくあるべきっていうそういう流れでいるから、自分も自分の性的魅力出さない方がいいんじゃないかとかって抑えてる方もいるかもしれないから、そういう方は周りの風潮とかね、流れとかそういうところに合わせなくていいよって、あなたらしくいればいいんだっていうところで、自分の道こうなんだっていうところを
もし見つかっている方はね、こうなんですっていう風に示していくとか、感じるとかね、感じるっていうのが一番強いかな。自分比べなくていいんだって、自分らしくいればいいんだとか、自分はこういう風になっていきたいんだっていうね、そういう風に感じるのが一番大切だっていうのが出てきています。感じることによって道が一本に絞られていくだろうし、自分がどういう風に進んでいけばいいのかっていうね、どんな風に理想に近づいていけばいいのかっていうのももっとクリアに見えてくるようになるよって、まずはね、自分の中のどう感じてるのかっていうところですね。周りに比べて自分はどう感じてるのかっていうところを再認識することだったりとか、あと周りと比べる必要はないんだから、あなたはあなたらしくいればいい、そのためにはじゃあどうすればいいのかなっていうところに立ち戻ってもいいし、なかなか動けない自分でもそれでもいいじゃないかって、お相手のアプローチを待ってしまう自分いいじゃないかって、変わらなきゃって思ってる、でもなかなか変わらない、どうしよう、でもそれでも今はいいじゃないかっていう風にね、その時その時で立ち止まってる自分、そのどこかのステップで立ち止まってるところがあると思うんですけど、立ち止まってもいいよって、でもね、その中で周りと比べることをやめると、抜けるヒントっていうのが見つかってくるっていうのは出てきています。じゃあ今この感じる好きな人とうまくいっていないとか、うまく肌を重ねていくためにっていうことで悩んでる方、例えば自分の容姿に自信がないとか、体に自信がないとか、なんかこう性的な関係を結ぶにあたってなんか自信がないところがあるんじゃないかとかね、あとなんかこう自分の中でも焦りを感じちゃうとかね、早く変わらないととか、早くなんとかしないとってタイミング逃しちゃうんじゃないかとか、なんかそういう風なね焦りっていうのも感じるんですよ。好きなお相手がいらっしゃる方はね。なので好きなお相手がいる方に対してもうちょっとねカードを足していこうと思います。好きなお相手ってあなたのどういうところに魅力を感じてるのかなって、あなたは好きなお相手にうまく自分の魅力が伝わってないんじゃないかって思ってるかもしれないけど、好きなお相手が感じるあなたの性的魅力っていうところを見ていくと、そうですね、好きなお相手が感じるあなたの魅力っていうところでカップの4番が出てきてるんですね。やっぱりお互い今うまくいっていないとか、あなたの中でうまくいっていないって思ってるのと同じように、お相手もまだあなたと距離を詰められていないっていう方もいるだろうし、あと仲がいいんだけど発展しないとかっていう風にね、今以上の関係になっていけないんじゃないかっていう風に感じてるお相手もいるとか、そのお互いの関係性によってね、今の関係性以上になれないんじゃないかって感じていたりとかっていうところが出てくるのかなと思います。あとそのお相手から伝わってくるのが、やっぱりその自分のこと見てくれていないとかね、そういうことを感じるってソードの8番っていうのも入ってくるので、あなたがそのあなたらしくないというか、それは今だけなのかもしれないし、好きなお相手の前だと余計緊張しちゃうとか、そういう風に感じてるのが伝わってるのかもしれない。何かねすごく変わっていかなきゃっていう気持ちがすごく強くて、もっと自分の心を開いていきたいのにうまく開けないとか、あと向こうから来てくれると嬉しくてずっと待ってるんだけど、でもなかなか変わっていかないんじゃないかとか、遠くからずっと見つめてるとかね、そういうのがすごく伝わってくるんですね。で好きなお相手のあなたのどういうところがいいかなっていう風に見てるんですけど、やっぱりこう動けていないとか、なんか自分のところを見てくれないんじゃないかとかね、そういうことが入ってくるんですね。なのでもうちょっとお互いが視点を変えたらより良くなっていけるんじゃないかなと思います。お相手の方もなんかこう自分自身が動けないとか、あなたが逆にね、あなたが自分の殻にこもってるように感じるとか、それは今お相手とうまくいってないようなね状態なのかもしれないし、もともと浅い関係性なのかもしれないし、その関係性によっても変わってくるんですけど、なかなか連絡取れないとかね、連絡してもタイミング合わないとか、テンポがずれるとか、そういうことを感じてるのかもしれないし、もっとなんかこう魅力を見せてくれてもオープンにしてくれてもいいのになっていうのは感じてるような、そんなところはあります。じゃあどうすればもうちょっとね自分の魅力伝わっていくのかな、この好きなお相手にね伝わっていくのかなっていうところで見ていきましょう。
もっと具体的に自分から何か働きかけていくことあるのかなっていうところで、いや変わらなきゃいけないって分かってるんだとか、もうちょっと自分で話しかけられるようになればいいんだとか、何か分かってる方もいると思うんですよね。もうどうすればいいっていう道筋が見えてる方もいると思うんだけど、でも気がつくとあるからねっていうところで、苦しい、辛い、痛いとかね、ずっと待ってるとか、そういうところでも何か必ず開ける道って出てくるよっていうのは出てきてます。じゃあその開ける道ってどういうふうに作り上げていけばいいの？ラバーズのカードですね。一つはね、選択っていうのもあるんです。ラバーズっていうのは選んでいくっていうのもあるんですよね。だから2つの道があって、どっちを進んでいくのか一つ選ぶっていうのもそう。じゃあどうすればいいのって言ったら、自分の心に従って選ぶといいよっていうのが出てくるんですよね。湧き上がってくる気持ち、感情、自分は本当はどうしたいのかとか、何かしがらみにとらわれることなくね。あと暗い方を見るのではなく、明るい方を見た時に、じゃあ自分はどうしたいのかなとかね、そういうところを見てくださいって、今バランスがね崩れてる方もいるかもしれないんですよね。体のバランス、心のバランスもそうかもしれないし、お相手とねうまくいってないっていう方は特にそうかもしれない。迷いとか不安とかも出てきてるし、だけどあなたが自分の心に従って動いていくとか、何か決めるってことも行動の一つだし、考えるってことも行動の一つになってくるので、自分の心に従うってことも行動の一つだからね。お相手に話しかけることだけが全てじゃないから、自分の心ってじゃあどこにあるんだろうっていうところを見つめた時に、そこでここのラバーズっていうところにつながってきます。選択する以外にも、ときめくような関係性とか、お相手との仲良くなっていく工程っていうところをしっかりと味わってください。あなたが自分で作り上げていくこともあるでしょうって。だけどお相手の方からも動いてくることもあるでしょう。まずは心に従ってくださいってことです。じゃあということでいきましょう。お相手って、じゃあこの人からあなたに何か働きかけてくれることあるのかなっていうところで見ていきます。あんまり物事を恐れたり、未来ですね、未来の展開を恐れたりとか、無理に変えていこうって思ったりとか、焦る必要はありませんねっていうところはまず出てきてますよ。じゃあこの人はどういうふうに動いてきてくれるのかなっていうところで、中にはね喧嘩してますって方もいるかもしれないですよね。このお相手がどういうふうに、チャリアット、すごいですね。これから物事が大きくね、お互い変わり出しますよ。なんかね、性的魅力見てるつもりなんですけど、なんか2人の恋愛のね流れになってしまってるんですが、でもね、あまり着飾らなくていいっていうのは出てきてるかな。そしてこのお相手の方も自分から進んでいく、なんかね勇気を持って進むのかもしれないですね。この人もあなたをより深く知ろうって思うのかもしれない。浅い関係性だったらねだと思うし、あなたがもし何かアクションを起こしたらお返事くれるとか返してくれるとかっていうのはちゃんとありますね。そうですね、中にはね分かりやすく大胆にこの人から動いてくるってことがあるかもしれない。もうちょっと仲良くなりたいんだとかね、デートのお誘いとか何かある行動として示してくれる人もいるかもしれないけど、あなたが動いたら反応してくれるっていう可能性もあるかなと思います。これからだよって、魅力を伝えていくのはこれからだよとか、もっとね長いお付き合いをしていて今うまくいっていないっていう方だとしたら、これからまた挽回するチャンスっていうのが出てくるし、あなたがそう願っているからね、心の中で本当は何かの糸口、解決策とか、なんかそういうことを望んでいるし、お相手と一緒になりたいってことを望んでいるから、だからその素直な気持ちとか、あとそうだな、心に鎧をまとったりとか素敵なドレスを着る必要はなくて、ありのままの自分でいることが一番いい。そしてポイントとしては迷わないことっていうのが入ってきますね。お相手を信じるとか自分自身を信じるっていうのが一番大切、心が一番大切だよっていうのが入ってくるので、この自分の心が今どこにあるのか、それが自分の望まない方向を今向いてるとするんだったら、自分の望む方向にシフトチェンジしてあげるとかっていうことをすると、迷わない、決められる、進んでいけるとか、
でお相手もそれに対してね前向きに考えてくれるし、魅力が伝わるとかね、そういうことも入ってきます。連動させていくでしょう。だから本当に今うまくいっていない、喧嘩してますよっていう方は仲直りっていう可能性がすっごくあるし、浅い関係性だとしたら仲良くなっていくっていう可能性だし、ね、それで今友達関係ですっていう方だとしたら恋愛っていう関係ねになっていく可能性がすごくある。これは、性的な関係で求めてますっていう場合も、実は肌を重ねたらすごく相性がいいとかね、そういうことに気がつく、何か今まで気がつかなかったことにお互い気がつくんだよっていうことが言われていますね。っていうことで、オラクルカードを使ってねもらっていきましょう。じゃあこうやってお互いが歩み始めたことによって何がどうなるのかっていうのをオラクルカード、こちらのねグラチチュードオラクルカードから1枚もらっていきます。何がどうなるって。はい、ではもらっていきましょう。はい、こちらのカードはそうですね、仲良くなれるっていうカードです。ちょっとラバーズのカードにも似てますよね。ここほら見てください。このようにね、そうあなたの方から手を取りに行くのかもしれないし、お相手の方が手を取って受け取ってくれるのかもしれないし、こうやって近づいていくんだよっていうことが言われています。そうでポイントは先ほどもお伝えした自分の気持ちっていうところが今どこに向いているのか、どうありたいのか、何を制限だと感じているのか、何を変えていきたいのかっていうところを再認識すること、もう一度確認していって、でネガティブなところから抜け出していきましょう。だってこのような未来をつかみ取りたいからねっていうことで、今回ね3番さんは異性が感じるあなたの性的魅力というよりは、今あなたがその好きなお相手と肌を重ねたいんだけどうまくいかないとか、恋愛そのものがうまくいっていないとか、恋愛関係の方からねどんな風に恋愛対象の方々から自分がどんな性的魅力感じてくれてるんだろう、それが気になるっていうよりは、好きなお相手と肌を重ねるためにどうしたらいいんだろうっていうことで考えてる方が多いんじゃないかなと思いました。で恋愛対象の方々から感じる魅力っていうのは一番最初にお伝えしたライン、ボディーラインとかね、そういうところだよっていうのはお伝えしたので、それをお受け取りください。で今回はねこの好きなお相手とどうしたらうまくいくのかなってことメインになってしまったんですが、はい、いかがだったでしょうか。いや性的魅力、そういうところを求めてるんだっていう方はね、一番最初に教えてもらったこの背中とかね、お尻とか、そのボディラインキュッと引き締まったウエストとか、それだけだとちょっと物足りないんだよねっていう方だとしたら、でもね他にもねお伝えしましたもんね。なんか例えば押し倒したい衝動的に駆られるとか、高嶺の花だったりとかね、そういうのを感じてるんじゃないかなと思っています。どれぐらいあなたに性的魅力を感じる方がいるのかなっていうところを、だいたい具体的な人数とか見ていきましょうか。でもあなたはなんか今本命の方とどうなるかっていうことに今すごく集中してるっていう感じで入ってくるんですけど、なんか周りの人がどうとかではなくて、自分が好きな人とどうなりたいとか、どうしたい、うまくいかせたいとか、そういうことに今集中してるのかなっていうのは感じます。そうですね、あなたのことを性的対象として見てる方っていうのは、でもそれでも多いですよね。結構いると思います。複数人いるんじゃないかなと思いますね。だと思います。でもあなたがそこに興味を示していない可能性もあるし、いやでもね今好きな人もいるんだけど、もしこれから先良い出会いがあればそっちの方にも視野を広げていきたいっていう方もいるかもしれないですね。アプローチを受ける可能性はあります。性的魅力を感じている異性の方からあなたに何かお誘いがあるのかもしれないっていうことで、何人かはいますね。一人ではないです。ちょっと多めだと思います。5人から8人までぐらい、5、6、7、8人ぐらいの間かなと思いますね。でもそれでも多いですよね。多いなと思いました。はい、そして
最後にお選びいただいたオラクルカードからのメッセージもらっていきましょう。信じられないほど、目には見えないほどね、小さな奇跡っていうのを表しているんです。光の粒子のようにね、輝いているんだけれども目に見えない、そんな小さな奇跡を今手にするんですっていうメッセージなんですね。自分自身、目に見えないんだけど無限の可能性をもう一度見つめてください。今まで違う、これじゃないって思っていたものが、本当はね、そこに可能性が大きく広がっていく可能性があるんだよってことを教えてきてくれるカードです。視点を変えると、もしかしたらね、変わっていくものが多くあるかもしれない。自分では無理だって思っていたこと、でもやってみたら案外いけたとかね、自分に何か才能に気がついたとか、そういうことがあるかも。今そうだな、苦しい、なんか悲しいとかね、そういうところじゃないところに目を向けていくと、あと迷ってるとかね、そうじゃない、周り気にしてるとか比べちゃってるとか、そういうところじゃないところ、本来の自分っていうところに目を向けると、そこにはね、目に見えない奇跡、そこを信じてねってことですね。目に見えないところが変わっていくし、あなたの魅力って目に見えないところに実はあるんだよっていうことですね。それを教えてきてくれるカードです。はい、ということで、今回はあなたの性的魅力について見ていきました。ごめんなさい、3番さん、性的魅力メインではなくて、どちらかというと好きなお相手とのことに今あなたがすごく集中してるのかなっていうのを感じたので、そちらの方にちょっと切り替えたような形になってしまったんですが、お受け取りいただけるところをお受け取りください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となりました。いかがだったでしょうか。今回はね、あなたの性的魅力、周りの方々が感じる性的魅力について見ていきました。で、中にはね、好きなお相手がどう感じてくれてるのかなとかね、そういうところまでね言った方もいたんですが、ちょっと選択肢によってね方向性が少し変わったかなっていう印象を今リーディング取り終えて思いました。ということで、今回はこちらの、感謝のオラクル、グラティチュードオラクルからメッセージをもらっていこうと思います。今回も3択で行っていきます。では早速、シャッフルして少しねお話ししながらシャッフルしていきましょう。今回のリーディングでは特に外見、仕草っていうところで、あなたのどういうところ、外見的特徴とか、そこに焦点を当てて今回出していきました。いかがだったでしょうか。あと今どれぐらいの人が自分に対して性的にねドキドキしてくれてるのかなっていうところもね見ていきましたよ。じゃあどういうことをしたらもっとね自分の、性的魅力開花していけるかなとかね、そういうところでもらっていきましょう。どういうことに意識していけばね自分の性的魅力アップできるのかもらっていきましょう。では左、真ん中、右でお選びください。選択肢と関係なくね、今ピンとくるもの直感でお選びください。はい、お選びいただいたでしょうか。では早速見ていきましょう。まず今回は左側から見ていきましょう。左をお選びいただいた方、こちらですね。はい、見ていきますね。今ね、人間関係を大切にしてくださいっていうのが入ってきます。交流ですね。人とのつながり、交流で新しい出会いにつながっていく場合もあるし、今いる関係性をもっと深くつながるとか大切にするとか、そういうことが言われています。人と人とのつながり、あなたとのつながり、お友達、仲間、職場、ご家族、パートナー、いろんな様々な関係性があるんですが、人とのご縁を大切に紡いでくださいねって、それが魅力開花へつながるコツですっていうことで、今も具体的にできることとして、誰かと遊ぶとか、交流の幅を広げるとか、人とのご縁に感謝するとか、今あなたが思い浮かぶことをやってみてください。
でね、一緒にページをめくってくださいねっていうことですね。で、今交際されている方がいれば恋人かもしれないので、恋人と一緒にどこか遊びに行くとかね、誰かと一緒に何かを紡ぎ出していくことっていうのを大切にっていうのが入ってきています。では次、真ん中をお選びいただいた方です。真ん中の方、真ん中の方も少し似てるかもしれないですね。交流を表すカード。これは人間関係。こっちが交流です。はい。誰かと交わっていくことで交流だから、好きな人もそうだし、好きな人じゃなくて、チームとかね、コミュニティとか、そういう交流の場所、機会を増やすとかね、コミュニティに参加するとか、新しくどっかに入るとか、今いるところを大切にするとか、より活発化させていくとか、今あなたの交流関係、こっちは人間関係なんですけど、こっちは交流だから、交わっていって流れを作り出していくものだから、人だと思うんですけど、中にはね、人じゃないかもしれないですね。中にはメインとしては多分人との交流関係だと思うんですが、そうだな、なんかこう自分の趣味と向き合っていくのかもしれないし、夢目標とかお仕事かもしれないですしね、中にはねそのようになっていく方もいるかもしれないですね。それが自分の魅力開花につながっていく。だから交流だからな、自分磨きっていうことも交流の一つになると思います。自分磨き、もっと魅力的になる自分、魅力的になりたいから、どうやったら魅力的になるかなっていうことで、自分磨きの場所に行くとか、誰かからアドバイスもらうとか、自分磨きっていうことをテーマに何かに取り組むのかもしれないですね。交流です。少し似てますね。人間関係、こっちは人を大切にっていうのが人ですね。こっちは交流です。あなたが交わっていくものっていうことで捉えてください。では右をお選びいただいた方です。このカードはここに出てますね。チョイス、選択です。あなたが進むべき道っていうのをはっきりとさせていきましょう。もうすでにね、はっきりと道が出ているかもしれません。あとは流れに沿って進んでいくし、あとこっちだよっていう風にガイドしてくれる相手、サポートしてくれる存在とかもいると思います。お友達とかね、いると思うので、頼りにしてあなたが進んでいってもいいし、このガイドの存在っていうのはあなたの心の中にいる存在かもしれないので、自分の心に従って動いていくとかね、決めるっていうこともいいと思います。選択だから、数ある中で何かを選び取っていくっていうのがここのアドバイスですね。そうしたら自分の性的魅力開花につながっていく。この一つ定めていくのかもしれないしね。どうしたら魅力開花していけるかなってことで、あなたが今考えるのかもしれません。選択のカードです。ただし自分一人で決められないっていう方は、ガイドの存在を頼りにしていきましょう。友達に相談するとかね、そういうことです。はい、このようにね、魅力開花へつながる具体的なアクションについてのメッセージもらっていきました。これからもリーディング動画投稿していきます。いつも最後までご視聴いただいて、そして最後のね、プチサンタ占いについてもコメントいただいて本当にありがとうございます。よろしかったらね、これからもコメントどんどんいただけると嬉しいです。私もできるだけ早くお返事できるようにしていきますので、どうぞこれからもよろしくお願いします。では、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。次回またお会いしましょう。